第7航空海底油田の権益1、最初はギブアンドテイクで共同開発しようとしたけれど西打ちがひどいので日本だけで開発します。皆さん今回はあまりに仕打ちがひどいのでギブアンドテイクをやめる珍しい日本外交の一端を体感しましょう。なお7分28秒部分に3まとめがありますので期待しながら続けてご視聴願います。では第7航空海底油田の権益で相手の仕打ちへの意趣返し外交に関して深掘りします。1はじめに皆さん時間を遡ること半世紀1968年に UN アジア開発委員会で東シナ海大陸棚の資源探査をしたことがあります。当時の報告書で台湾から日本、沖縄に達する東シナ海に世界で最も多くの埋蔵量の石油資源が埋蔵している可能性が高いと報告されています。そしてちょうどその部分にあたる東シナ海に第7航空という海底資源権益部分があります。今回はその第7航空にスポットライトを当てて説明します。2内容、一時期ごとの日本、韓国、その他の動静まとめ。1950年朝鮮戦争では日本はアメリカと共に韓国を支援。1952年韓国は李承晩ラインを設定し日本の戦後混乱期にジョージ竹島を不当占拠支配し現在に至る。1965年日韓基本条約を締結し国交を正常化しました。日本が韓国に3億ドルの無償援助と5億ドルの有償援助を提供するとともに韓国が日本に対して賠償請求権を放棄することが定められました。日本は植民地支配の歴史を反省しお詫びと反省の意を表明。その後25年間日本の円借款及び技術援助により韓国は社会インフラを構築して経済発展を遂げた。これが観光の奇跡で1980年には韓国の GDP15 億ドルとほぼ同額の12億ドルの援助を実施。1968年国連アジア開発委員会が東シナ海大陸棚の資源探査を実施し世界で最も多くの埋蔵量の石油資源が埋蔵している可能性が高いとの報告書を提出。1970年韓国のパク大統領は最終島南側から日本沖縄の前に達する第7航空を韓国の領土だと宣言。この時の国際海洋法は大陸棚がどの国から続いているかの基準で領土を整理中韓国からの大陸棚は第7航空まで続いていた。一方日本列島から沖縄諸島で考えると第7航空は距離的にはすぐ隣で沖縄トラフという600メートル深さの海溝が第7航空との間に存在している。ただし韓国の当時の国力では単独開発は不可能であった。1974年解釈の仕方では第7航空の大陸棚位置は韓国側からと九州側からの直線延長線上にあると解釈され距離が沖縄から圧倒的に近いだけでなく九州からの大陸棚の延長線上の距離で行けばほぼ等距離だから中間部分で線引きするという案で日本が韓国に第7航空の開発を共同でやろうと提案。韓国はまだ観光の奇跡前半なので一国では開発できないので日本案を了承。1978年日韓大陸棚協定南部協定が6月22日から発効基本50年間有効で2028年執行には2025年に通知が必要中。探査ボーリングは共同遂行の縛りあり。1980年日韓両国で探査ボーリング実施7つのうち3つから少量の石油とガスを確認。日本は韓国への経済援助を拡大し韓国経済の成長を支援。1980年国連国際海洋法が新たに発効200海里の排他的経済水域の導入。従来の大陸棚の所有権という複雑性を排除し距離的中間線で分離させるこの法律により第7航空はほぼ全部日本の排他的経済水域内であることが確定。1986年日本が第7航空海底開発中断。理由は経済性がないので中断。韓国は協定内容のため単独開発不可で中断。1995年日本は河野談話で植民地支配を侵略と認め謝罪と反省の意を表明。韓国側はこの談話が十分ではないとしてさらなる謝罪と賠償を要求。
2000年日本と韓国は北朝鮮の核開発問題や東アジアの安全保障問題など共通の課題に協力するようになりました。中国が第7航区付近で石油と天然ガスを確認。中国は九段線を延長させ東南アジアで行っているように自国有線の国境線経済水域を設定してこの第7航区を狙っている可能性あり。2001年日韓両国で探査を再開するが2004年に日本が経済性がないという理由で共同探査を中断。2009年韓国は第7航区の開発の再開を日本に申し入れたが日本は却下連絡。2011年韓国の最高裁判所は第二次世界大戦中に日本企業で強制労働させられた韓国人に対する賠償を命じる判決を下しました。この判決は日本政府と国民の強い反発を招きました。2015年日本と韓国は慰安婦問題をめぐる合意を締結しました。この合意では日本が韓国20億円を拠出。この合意は韓国国内で反発が広がり両国の関係は再び冷え込みました。2020年韓国は単独で第7航区の開発を実施すると宣言したが実施には至らず単独実施は協定違反。2023年客観的に見て日本は韓国に一緒にアジアのリーダーシップを取ろうと観光の奇跡までサポートしたが韓国は日本と一緒にのスタンスは嫌なようだ。日本から無理に韓国へ手を差し伸べる必要にないので2025年に日本の実施することが決定している。2025年1978年発行の日韓大陸棚協定の破棄通知を韓国にする。2028年1978年の日韓大陸棚協定が正式に失効。この年より東シナ海の第7航区の開発利権が日本単独になることが確定。南鳥島での海底5600メートルからの揚泥技術も確立するので東シナ海の海底油田の探索・採掘もスムースに進むであろう。第7航区の推定埋蔵量天然ガス200兆立方フィートサウジの10倍石油1000億バレルサウジの 40% と大量にある模様。中2004年、アメリカの国際政策研究所であるウッドロー・ウィルソンセンターが出した報告書で東シナ海の天然ガス埋蔵量はサウジアラビアの10倍に達するという具体的な推定埋蔵量まで出ています。3まとめ、時期ごとの日本と韓国の第7航区に対する動きとマクロ的な動きが詳細に分かったと思います。日本のウィンウィンでやろうという世界への外交姿勢を韓国が継続的に逆手に取るのでやむなく日本は国際法を根拠に手切れをすることに決定しました。2028年、日本の海洋開発技術力もやっと向上したので第7航区の天然ガス、石油が経済的に採掘できるようになるので開発開始、即採掘となるでしょう。この繁栄は日本の GDP を根本から底上げし海外へのエネルギー貢献も実施していくでしょう。詳しくは当チャンネルの下記参考コンテンツご視聴いただければなるほどとなります。衝撃2030年日本はバラ色。日本は経済が停滞していたが2030年に向けて他分野で花開く技術革新が目白押しでその結果により日本はバラ色。5年後、10年後の日本の姿は日本経済は停滞していたがここから5年50年後に起こることで日本が変わることを具体的に示している。5年後、10年後の太平洋を囲む国の姿は5年50年後の日本の変化する姿をウィンウィンで環太平洋諸国と分かち合おう。衝撃ニュース速報。10年後の世界情勢。10年後、従来の日本のマスコミが言っているような日本と西側諸国の停滞は起こらず日本と西側諸国が世界をリードする。 RCEP、TPP 経済協定の今後を徹底解説。日本は多品目で輸出品が増えるので経済協定をうまく使って海外とウィンウィンの相互貿易を拡大させよう。東京をアジアで一番の金融センターに。2030年は日本はバラ色になるほど経済・貿易は好調になるので東京をアジアで一番の金融センターにして輸出・輸入・貿易拡大とリンクして金融面も拡大させよう。世界経済の未来ドル体制。現状と未来ドル体制は安泰。日本は上手にドル体制のもと貿易をし着々と円を世界で2番目の基軸通貨にしよう。
4最後に、当チャンネルはより良い日本の未来創造を願ってをテーマで発信しております。日本の未来創造とはウィンウィンで進めますので、世界の未来も当然明るいです。取り上げるべき、取り上げてほしいテーマ、何か意見がありましたらコメント願います。ありがとうございました。もし役立ったと思われたらチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの人生がより豊かになることを願っています。ではまた次回の動画でお会いしましょう。